ちは、なすいです。今年もそろそろやっと秋が来るということで、初心者におすすめな秋アイテム5選ということで紹介していこうと思います。まあね、去年も6選ぐらい紹介したんですけど、その動画結構好評だったので、僕的に今年こんな感じのスタイルがいいだろうなって思ってる中から5つ選んだので紹介しようと思います。じゃあ早速1つ目なんですけど、まずもうこれかぶっちゃってるんですけど、こちらです。インパクトのあるビーニーですね。こんな感じの、これは木島隆之のビーニーなんですけど、これがなんでおすすめかっていうとですね、まずここら辺の僕の上げてるスタイルとかを見てもらえばわかると思うんですけど、初心者でも遊びやすいというか、少し難しそうだけど意外と手が出しやすいアイテムかなと思っております。で、例えばこういうピンクのビーニーとかは、この前木島隆之さんの、イベントに行った時にしたスタイルなんですけど、結構やっぱ秋はカーディガン羽織ったりとかフーディーかぶったりとかコート着たりとか、そういう中で、初心者だと割とレイヤードとかはちょっと難しいじゃないですか。だから、こういうジャケットとかを羽織った時にこう上まで締めてもそこまでレイヤードを計算しなくて使えるっていうところがありますね。こんな感じで、ストライプのこれはちょっと少し変わったテーラードなんですけど、ジャケットを羽織って上まで締めてしまって、色とかあんまりレイヤードしないとしても頭だけ少しピンクのインパクトのあるビーニーをかぶったりとか、あとここで少しだけ靴下にピンクを持ってくるだけで色を拾えたりとか、さっき持ってたようなヒステリックグラマーのビーニーなんですけど、これとかもここがすごいシンプルなジャケットを着ていたら全然こんな感じのスタイルでもなんか頭にすごいインパクトがあって、あの人おしゃれだなっていうのを見やすいというか、誰でも合わせやすい感じのスタイルかなと思います。あとね、ビーニーって防寒アイテムとして使うのが一般的ではあるんですけど、そこをファッションに落とし込んでるっていう点で結構おしゃれに見られるかなと思います。まず1つ目、ビーニーでした。で、2つ目なんですけど、ちょっと似てるんだけど、こちらですね。でれん。はい、やっぱりアイウェアです。で、ちょっとインパクトのあるもの。これパールバッケンのメガネなんですけど、こんな感じでするのも、僕的には結構こうやって合わせたりとかして、で、ちょっと柄物を入れたりするのも好きなんですけど、最初からそうやってなんかいっぱいごちゃごちゃ入れててもすごい難しいと思うので、こういう時はビーニーかアイウェア、どっちかにしてあげると、ジャケットがさっきと同じ原理でシンプルなので、ここら辺でちょっと差別化というか、違うファッションの色を出してあげるだけでめちゃめちゃおしゃれに見えるかなと思います。これなかったらなかったで、普通にジャケットがかっこいいからいいんだけど、こんな感じの少し変わったサングラスとか、これはすごい合いやすいね。ジャケットとも色が合ってるし、少し変わった感じのフレームのスタイルなんだけど、色とかもリンクしてるものを選んであげるとすごいいいかなと思います。で、僕はアイウェアの中でもこうやってたくさん持ってる方がファッションの幅は広がるからいいと思うんだけど、一番推してるのはこの銀フレームのサングラスですね。一気に雰囲気出るし、なおかつ、黒と銀で意外とどんなコーデにも合うかなと思います。少しオラオラしてる感じの雰囲気は出るんだけど、この銀フレームとか結構意外と目立つので、例えばこんな感じのシルバーのアクセサリーをつけてあげるだけで、少しこう何もつけてない方よりこっちの左側は顔周りが少し華やかになると思うのでおすすめですね。こういう感じのクロームハーツのシルバーとかも合うかなと思います。その時々に合わせて使ってあげればいいかなと思うんですけど、例えば最初はこんな感じのヒステリックグラマーのビーニーとか少し派手すぎるからカラーだけ入れてあげるビーニーとか、サングラスもこういうのはちょっと派手で難しいからこういうシルバーのものだったりとか、あとこれはちょっと、形が変わってるけど少し色が入ったものとかはおすすめですね。やっぱり秋とかは色使いがある方がおしゃれだなって思われると思うので、そこら辺を意識してあげればいいかなと思います。この2つは小物なんですけど、3つ目も小物というかシューズ紹介します。はい、ということで3つ目はこちらです。でれん。レザーブーツになります。そして特にいいと思うのは
やっぱりごつさ、存在感があるレザーブーツがいいかなと思います。で、まあこんな感じの、これはヒステリックグラマーのレザーブーツなんだけど、まあ少しカジュアルで抜け感が出せる感じのレザーブーツがおすすめです。まあそれも買ったよって人はこんな感じの、こっちは MM6 のレザーブーツなんだけど、少し綺麗めなスタイルで使えるレザーブーツがおすすめです。で、なんでブーツおすすめかっていうと、まあ、こんな感じのカジュアルのレザーブーツはもう本当に何でもあって、まあ、多分去年ももしかしたら紹介してるかもしれないけど、今年はもうめちゃめちゃ履いてますね。本当に黒のデニムとかにも全然合うし、なんならショーツとかにも合うし、なんか合わないのを探す方が逆に難しいんじゃないかなって思うぐらいの感じですね。こんな感じの一足いいレザーブーツを持っておくと、靴選びに困らないかなと思います。ちょっと秋とかおしゃれに色拾ってスニーカーとかを持っていくのもいいんですけど、まあスニーカーは結構色とか存在感とかいろいろあるものがあったり、なんかコーデによっていろいろ合わせるのが難しかったりするので、特にレザーブーツはおすすめですね。で、ブーツはショーツを履いた時にここの高さがあるから肌が出る露出面積も少なくなるから、ショーツも子供っぽく見えなくなったりするし、スニーカーの方がもっとカジュアルだから、ショーツとか履いた時にちょっと子供っぽく見えたりするのも、まあこういうレザーの質感とかちょっと大人っぽい雰囲気で合わせられるのでおすすめです。で、まあレザーブーツ2つ目とか欲しい人はこういう感じのシンプルなレザーブーツとか、まあ今年はちょっとエンジニアブーツとかも流行ってるかなと思うので、そこら辺も特におすすめですね。去年今年あたりぐらいから、まあおしゃれな人は結構エンジニアブーツに手を出してるイメージがあるので、エンジニアブーツもおすすめです。ということで次いきます。結構ね、使いやすい今回初心者編でやってるので、まあ、これがもし好評だったら中級者編とかやっていこうかなと思います。で、はい、3つ目ですね。3つ目 ?4 つ目か。4つ目、こちらです。でれん。はい、これだとわかんないと思うけど、まあ、ストレートデニムですね。これは僕が一回動画で紹介したギャップの 90s ルーズフィットデニムっていう3000円ぐらいで買えるストレートの細すぎず太すぎずって感じのデニムですね。もうほんと去年ぐらいからずっとワイドパンツ、バギーパンツ、スーパーワイドバギーとかいっぱいなんか流行ってたんですけど、そろそろみんな多分内心見飽きちゃってて、で実際にそのまあおしゃれな人たちは結構ストレートデニムを履き出してるのでおすすめなんですけど、特にストレートデニムの中でも少し、まあ、こんな感じの値段を抑えるならギャップのストレートデニムがおすすめなんですけど、まあカルバンクラインの 90s のデニムとかもすごい形が綺麗で使いやすいし、まあ、最近先月の購入品紹介でしたこのコエっていうロシアのブランドのデニムパンツなんですけど、これはもう少し太め、さっきのギャップがまあストレートしたらちょいワイドぐらいですね。何センチぐらいだろう。横で言うと、まあ、1、2センチぐらい少し出るかなってぐらい。まあほんとちょっとの差なんですけど、ワイドパンツたくさん履いてたよって人はこんぐらいの太すぎないちょい太ぐらいのストレートを履くのがおすすめですね。でこのデニム本当におすすめで、少し変わってるデザインなのでかなり初心者でも使いやすいし、でもちょっとだけ普通のデニムと違うので、ここが2層になってたりとか、だからまあ黒で使いやすいんだけどちょっと違うから、そのデニムどこのってなる感じのデニムパンツです。インスタとか YouTube とかでも質問もらったんだけど、日本で取り扱ってないブランドなので、まあ本当に買いたいって人はぜひブランドのインスタにDM してみてください。まあ、あとこっちもおすすめかな。この MPA っていう、これも2、3ヶ月前ぐらいの購入品で紹介したんだけど、こっちはまあ多分もう少し上級者というか、少しまあ好みによるんだろうけど、こんな感じでベルトループにポケットがついてるデニムですね。でさっきは2層に見えるデニムだったんですけど、こっちはもう本当に2層になってて、少し重たいストレートデニムで、ここにもポケットがあったり、膝の裏にもポケットがあったりとか、まあこれも動画で紹介してるので、もし気になった人はチェックしてみてください。こっちは韓国のブランドですね。ストレートデニム少しずつおしゃれな方が履いてきてるし、まああとやっぱりストレートデニムとかをさっきのブーツとかにちょっと溜めて履くスタイルとかもめちゃめちゃ面白いので、ぜひ挑戦してみてください。でラストですね。5つ目紹介します。まあ5つ目は最初サムネとかにも映ってる、やっぱり秋といえば
デニムジャケット絶対かっこいいから紹介しようかなと思ったんですけど、今更デニムジャケット紹介されたところで正直みんなかっこいいの分かってると思うから、僕は今年推したいアイテムとしてマオカラーのジャケットを推したいですね。マオカラーっていうのはこの襟の部分がなくてちょっとこうスタンドっぽくなってる感じのジャケットです。だからちょっとチャイナ風のジャケットかなと思います。で、僕はちょっとこのコーデュロイで少しビッグサイズのシルエットのものを、今ちょうど履いてるんですけど、このショーツとかと合わせたりするのがおしゃれかなと思って今年やってみたいスタイルなんですけど、少し探せばシンプルプロジェクトっていう、こっちは中国のブランドなんですけど、これはちょっと最初に来たから分かりやすいと思うけど、ちょっと襟もあってマオカラーっぽいんだけどボタンもあってでジップもあって、なんかテーラードジャケットの中にいろんな要素が入ってるんだけど、でもかなり使いやすいアイテムですね。だからめちゃめちゃこれ一つでおしゃれに見えるジャケットかなと思います。質感もかなり良くて光沢感とか、あとストライプも特に秋とかは上品に見えるアイテムでかなり使いやすいので、このジャケットでもすごい変わって見えるんだけど、でも結構洗練されてるから全然これ1枚でもおかしくならないというか、これにストレートのデニムさっきの合わせてブーツ履いたりとか、あとショーツ合わせても全然よく見えます。で、なんなら最初に紹介したピンクのビーニーとかも合うし、何でも合うかなと思うんですけど、個人的にはテーラードジャケットはかなり綺麗に見えちゃってドレス感がすごい強くて、かなり使いやすいアイテムではあるんだけど、みんなと被りやすいかなっていうところで、僕は今年、テーラードマオカラージャケットとかこんな感じの一番上まで締まるジャケットはかなりおすすめかなと思います。上品にも見えるし少しカジュアルにも落とし込めるので、秋らしいスタイリングができるアイテムかなと思います。で、こんな感じで5つ紹介したんですけど、もしここまで見て面白かったらぜひ高評価とチャンネル登録してほしいんですけど、最後に一つだけ番外編で紹介すると、ちょうど今入ってるこのストライプのショーツですね。これショーツなんだけど、こんな感じの綺麗なジャケットとカジュアルな気の抜けた感じのスタイリングは今年僕は組みたいスタイリングの一つなので、これにさっきのこのレザーのブーツとかね、綺麗少し気の抜けたショーツまた綺麗で挟んであげるとか、ちょっとおってなるような、僕はそこ挑戦したいので、もし気になった方はこのストライプのショーツとかも探してみてはいかがでしょうか。ということで、こんな感じで今年の2025年のおすすめ秋アイテム5つを紹介しました。こんな感じで僕はみんながファッションに役に立ちやすいような紹介をしていこうかなと思ったので、今回こういう動画を撮ってみました。今回の動画、ずっと見てくれてる方も参考になった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。次は秋来る前に早めに1週間コーデとか撮って、秋来る前からその購入判断の材料になればなと思うので、また次の動画も楽しみにしておいてください。じゃあナスイでした。また次の動画でお会いしましょう。